皆さんこんにちは。今日はですね、少し不思議で、そしてとても奥が深い、ある哲学の問いかけの世界へと、皆さんと一緒にゆっくりと旅をしてみたいと思うんです。それは、古代ギリシャの英雄の物語から始まる、テスウスの船という名前のパラドックスです。そもそも、同じであるということは、一体何を意味するんでしょうか。そんなことをゆっくりと考えていく時間にできればと思います。さて、本題に入る前に少しだけ想像してみていただけますか？もしあなたが長年大切にしてきたもの、例えば愛用している万年筆とか、あるいは思い出がたくさん詰まった家具があったとしますよね。その部品が時間が経つにつれて少しずつ古くなって、一つまた一つと新しいものに交換されていく。そしてとうとう元の部品が一つもなくなってしまった。さて、その時、あなたの目の前にあるそれは、あなたが最初に手にしたあの万年筆、あの家具と全く同じものだと自信を持って言えるでしょうか？このとても素朴で、でもいざ答えるとなると非常に難しい問いこそが今日の物語の始まりなんです。物語の舞台は、今から2000年近くも昔の古代ギリシャの時代にまで遡ります。当時、プルタルコスという歴史家がいたんですね。彼が一人の英雄にまつわる非常に興味深いエピソードを書き残しました。その英雄の名前はテセウス。彼が乗っていた一隻の船をアテネの市民たちが未来永劫後世に残そうとした。まさにそのことからこの壮大なパラドックスが生まれたわけです。アテネの人々はですね、英雄テセウスの偉業、そして彼が乗り越えてきた数々の冒険を永遠に記憶に留めておきたかった。その象徴として彼の船をまるで記念碑のように大切に保存することにしたんですね。しかし、ご存知の通り、木でできた船というのは容赦ない時の流れにはどうしても逆らえません。雨や風にさらされて少しずつ船の板は朽ちていきます。そこで彼らは腐ってしまった板を見つけるたびにとても丁寧に新しい板へと交換していきました。一枚また一枚と。そうして本当に長い年月が経ったある日のこと、ふと気づくと、船を形作っているすべての部品がもはや元のものとは全く違うまっさらな部品にすっかり入れ替わってしまっていったんです。さて、ここで問いが生まれます。この船は果たしてまだあの英雄テセウスの船と呼ぶことができるんでしょうか？それとも全く別の船になってしまったんでしょうか？この何とも複雑な問いを解きほぐすために、古代の偉大な哲学者、アリストテレスの知恵をちょっと借りてみましょうか。彼はこの世の物事には4つの原因があると考えました。まず1つ目はですね、質料因。これは物質、つまり材料のことです。船で言えば木材とか釘ですね。これらはすべて交換されてしまったので連続はしていないということになります。次に2つ目、継承因。これはデザインや設計図、いわば形のことですね。船の姿形はずっと保たれています。そして3つ目、目的因。これは何のために存在するのかという目的です。英雄を記念するという目的は変わらずにそこにあります。そして4つ目が作用因。誰がそれを作ったのかという作り手のことですね。この場合、修復を行う船大工たちですが、彼らも世代交代をしていくでしょう。こうして見てくると、どの原因をそのものの本質と考えるかによって答えが変わってきてしまうんですね。物質を重視すれば違う船だし、形や目的を重視すれば同じ船だと。哲学というのはなんと厄介で、そして面白いものなんでしょうか。この古代ギリシャの謎はですね、静かに時を超えて17世紀のイギリスへとたどり着きます。科学革命が花開いて物事の本質を論理的に突き詰めていこうという空気に満ちていた時代。そこに現れたのが哲学者のトマス・ホッブスでした。彼はこのテセウスの船の物語を聞いて、もしかしたらにやりと笑いながらこう言ったかもしれません。その話、もう少し面白くしてみませんかと。彼はこのパラドックスをさらに深く、そしてある意味で絶望的にするようなある一つの問いを付け加えたんです。ホッブズはこう問いかけました。もしあの港で取り外された古くて朽ちかけた板を誰かがこっそり全部集めていたとしたら、そしてそのオリジナルの部品だけを使ってもう一隻全く同じ形の船を隣のドックで組み立て直したとしたら、
一体どうなるだろうかと。さあ、これで私たちの頭の中はさらに混乱の渦に巻き込まれていきます。港には今、2隻の船が並んでいる。1隻は同じ場所で修復を繰り返してきた船 A。時間と場所は連続していますが、物質はすべて新しい。もう1隻はオリジナルの部品だけを使って再構成された船 B。物質は本物そのものですが、一度バラバラにされています。さて皆さん、どちらが本物のテセウスの船なのでしょうか。私たちの同じという感覚がいかに曖昧な土台の上に成り立っているのかをホッブズは鋭く突きつけてきたのです。さて、ここまで私たちは西洋哲学が作り上げたまるで出口のない迷宮の中をさまよってきたような感じがしますよね。しかし、ここで一度大きく視点を変えてみましょう。遥か東の島国日本へ。ここにはこのパラドックスを無理に解決しようとするのではなく、まるで川の流れが石を洗い流すかのように、ごく自然に解消してしまうような全く異なる物事の捉え方が古くから息づいているんです。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。これは鎌倉時代に生きた鴨長明という人物が随筆北条記の中に記したあまりにも有名な一節ですよね。目の前の川の流れは途切れることなくずっと続いているように見える。けれど、今そこに流れている水は一瞬前の水とも一瞬後の水とも違う。この世界観ではそもそも変わらない確たる実態というものを前提としていないんですね。すべては移ろい変化し続ける。その変化そのものこそがこの世界の真の姿なのだと、そのように捉えるんです。この変化こそが本質であるという思想をおそらく世界で最も壮大なスケールで体現している場所があります。それが三重県にある伊勢神宮で行われる式年遷宮です。これは原則として20年に一度、今あるお城のすぐ隣に全く同じものを文字通り寸分たがわずに新しく建て直して、そこに神様にお移りいただくという1300年以上も続いている儀式です。考えてみれば、これはまさにあのテセウスの船で起きていたことを意図的に、そして厳粛な儀式として定期的に繰り返していることに他ならないわけです。では、この式年遷宮において、人々は一体何を守り伝えているのでしょうか。それは古い木材という物質ではありませんよね。一つは唯一神明像と呼ばれる古代からずっと受け継がれてきた建築の型そのものです。そしてもう一つ、さらに重要なのが、その型を寸分たがわず再現するための宮大工たちの卓越した技術なんです。なぜ20年ごとなのか。それは一人の若い大工が見習いとして技術を学び始めて、やがて棟梁として次の世代にその技を伝授、そして引退するまでの時間にちょうど良いからなんてふうに言われています。つまり技術の継承そのものをシステム化しているんですね。そしてその根底には浄和化という常に若々しく清らかであることを尊ぶ思想があります。ここでは古びていくことではなく、変化し新しく生まれ変わり続けることこそが本質的なアイデンティティを永遠に維持する方法なのだと、そう考えられているんです。変化を受け入れる日本の思想にはもう一つとても美しい側面があるんです。それはただ新しくなるだけじゃなくて、壊れてしまったこと、傷ついてしまったことの歴史さえも価値に変えてしまうという美学です。皆さんは割れた器が以前よりもっと美しく蘇る魔法をご存知でしょうか。ここに金継ぎと呼ばれる日本古来の修復の技法があります。うっかり割ってしまった大切なお茶碗、その割れた破片を天然の質で丁寧に接着して、そしてその継ぎ目をあえて隠すんじゃなくて、金や銀の粉で美しく装飾するんです。するとどうでしょう。かつての傷跡はもはや欠点なんかじゃない。それはこの器だけが持つ唯一無二の歴史となって、景色としてむしろ愛でるべき個性へと生まれ変わるんです。西洋的な修復の考え方が時間を巻き戻してまるで何もなかったかのように新品同様の状態を目指すのだとすれば、金継ぎは決して巻き戻すことのできない時間と起きてしまった出来事を静かに受け入れます。そして割れて、そして人の手によって慈しまれ修復されたという新しい物語が加わることで、その器の存在感、アイデンティティは以前よりもむしろ深く豊かなものになる。これは
テセウスの船のパラドックスに対する一つのとても詩的な答えと言えるかもしれません。つまり、傷つき、何度も修復されたあの継ぎはぎだらけの船こそ、英雄と共に荒波を乗り越えてきた本物の歴史を持つ真のテセウスの船なのだ、と、まるでそう答えているかのようです。さて、私たちはここまで古代ギリシャの港から日本の神社やお茶室まで時空を超えた旅をしてきました。しかし、この古くて新しいパラドックスの本当の舞台というのはどこか遠い場所にあるわけではないんです。実は今この瞬間も私たち一人一人、あなた自身の内に存在しているんですね。なかなか信じられないかもしれないが、私たちの体を形作っているおよそ37兆個とも言われる細胞は一日たりとも同じではありません。絶えず古いものが壊されて新しいものが作られ、常に入れ替わり続けています。数年もすれば、物質的に見れば私たちはほとんど別人になっているわけです。それでも私たちが自分は自分だと感じていられるのは一体なぜなのか。生物学者の福岡伸一さんはこれを動的平衡と呼びました。それはまるで川の流れのように構成する要素は絶えず入れ替わりながらも全体の構造、そのバランスだけが保たれている状態。そう、私たちは皆呼吸をし、思考する生きたテセウスの船そのものなんです。そして現代のテクノロジーや文化はこの問いをかつてないほど複雑で身近なものにしていますよね。例えばアニメの広角機動隊の世界、脳以外身体のほとんどが機械の擬態になった時、自分を自分たらしめているものって一体何なんでしょうか。あるいはメンバーが卒業と加入を繰り返すアイドルグループ、構成員がすっかり入れ替わっても、なぜ私たちはそれを同じグループだと認識できるんでしょう。そしてもし未来に私たちの意識や記憶をそっくりそのままデジタルデータとしてクラウドにアップロードできたとしたら、肉体を持つあなたとデータとなったあなた、本当のあなたは一体どこにいることになるんでしょうか。これらはすべて形を変えて現れた現代のテセウスの船なんです。テセウスの船が問いかけてきたこと。それは究極的には私とは何かという問いに他ならないんですね。その本質は身体という物質にあるんでしょうか。それとも姿、形という形にあるんでしょうか。あるいはこれまでの人生で積み重ねてきた経験や記憶、そのプロセスそのものなのかもしれません。もしかしたら私という確固たるものはどこにも存在せず、ただ家族や友人、社会といった他者との関係性の中にぼんやりと浮かび上がっているだけのものなのかもしれませんね。変わり続ける世界の中で、それでもなお変わらないと信じたい何かを探す旅。テセウスの船のパラドックスは答えをくれるのではなく、その終わらない旅こそが生きるということなのかもしれないと、私たち一人一人に静かに語りかけているようです。皆さんはどうお考えになりますか？